有馬温泉はですね、温泉街の周りに自社仏閣が非常に探してみると多いんですよ。温泉がその神様が発見した恵みみたいな感じで考えられていて、神社が建てられていったみたいだそうです。で、昔の湯地では温泉に来るイコール祈願とセットで、温泉に入る前後で参拝などすることが多かったみたいなんですよね。で、神社の需要が、神社というか自社の需要が常にあったみたいです。今ね、ちょっと有馬温泉からこの道ずっと上に上がってきて、で、景色良さそうなところですごい位置でタイムラプス撮ってます。で、この間にね、ちょっと有馬温泉についてなんか気になって調べてみたことがあるので、ちょっとだけ紹介してみようかなと思います。なんか温泉の泉質って全部で9種類あるみたいなんですよ。で、そのうちの7種類をここでは体験できるみたいです。火山じゃないんですよ。調べてたら。火山型、だいたいさ、温泉の近くって火山あるじゃん。けど、有馬温泉の近くって火山がなくて、インターネットで調べてみると、プレート直下型温泉みたいな、また雨降ってきたね。なんか、プレート直下型温泉みたいなことが書かれていたような気がします。で、なんか、金の湯とか、金泉はプレートの沈み込みに巻き込まれた海水由来の水が鉄分と一緒に上がってくる、その代表的な有馬型の温泉という風に呼ばれているみたいです。はい。で、比較的浅いところから発生してくるのが銀泉っていうやつになるみたいです。なんか銀の湯みたいなやつ。で、あんまり温泉同士距離が離れてないのに成分が濃くて、なんか泉質7種類バッチリ体験できちゃうのが有馬温泉の魅力だと思います。はい。面白いですよね。なんか通る道が違う。ちょっと違うだけで、そんなに距離離れてないのに、温泉の泉質が全然違う。7種類バッチリ味わえちゃうっていうのが非常に面白いと、もう魅力的だと思います。サンバルカレーです。作り置きのものなんですけどね。で、帰ってきてるんですけれど、今回は初めての岩鉄泉だったんですよね。僕が今まで入ったことある温泉って、温泉って10種類になんかね、分類されるらしいんですけれど、単純温泉、塩化物泉、炭酸水素塩泉、硫酸塩泉、二酸化炭素泉、岩鉄泉、硫黄泉、酸性泉、放射能泉、岩要素泉の10種類っていうのがあるみたいなんですけれど、
僕の場合ですけれど、含要素泉以外はおそらく全部入ってると思います。単純温泉と塩化物泉は多分今まであんまりよく調べずに多分入ってると思います。よくある温泉なので。ちなみに僕が一番好きなのは、あの、硫黄泉です。逆に炭酸水素塩泉はすごい苦手なんですよ。子供の時に2回入って2回とも体調不良になって吐いちゃってます。2回ともね。だから多分合わないと思います。なんでだろうね。なんか詳しい人よかったら教えてください。で、今日は金銭と銀銭に入ってきたんですけれど、まず金銭は鉄の、当たり前なんですけど、すごい鉄の匂いがしましたね。なんか入った前後で変化っていうのはあんまりよく感じられなかったですね。なんかただ、なんか入ってて思ったのが、お湯がすごい茶色いので、なんか自分が野菜になって植わってるような気分をちょっとだけ味わえました。そういう感覚になりますね。はい。僕だけかな。で、銀線の方がどっちかっていうと、効果僕の場合は感じやすかったですね。ラジウム線と二酸化炭素線だったと思うんですけれど、ラジウムの効果ではないと思うんですけど、おそらく二酸化炭素線の効果で、入った後、すごい体がほてってポカポカする感じになったのは、おそらく二酸化炭素の方の効果だと思うんですけれど、それはすごい顕著に感じました。このラドンとかラジウムなんかが含まれてるその放射線が体の免疫力を高めることをホルメシス効果っていうらしいんですけれど、がんとか難病の輸地場としてなんか使えるみたいなので、気になっている方はなんか効果効能とか今自分が抱えてる体の不調とかそういったのとなんか照らし合わせて、で温泉の前後で体がどういう風に変化してるのかとかで、そうすると自分がどの泉質のお湯が体調に体の体質に合ってるのかとか、そういうのとか見極めていけるので、結構温泉面白いので、よかったら試してみてください。